んにちは、八代あかねです。神博ボリューム8、3日間参戦してきました。イエーイ。3月15日から17日までの3日間、東京の浅草で行われた神博ボリューム8に3日間すべて参加してまいりました。これがね、3日間分の入場リストバンドでございます。これなんてね、間違えて洗濯をしてしまってシワシワになっておりますがね、さすがリストバンドの紙ですね。全く破れておりません。1日目が緑で2日目がピンク、そして3日目、この撮影日がね実は3日目の夜なんですけれども、今日はこちらのねペールブルーをいただいてまいりました。いやー、初めてのね3日間の神博ということで、まあ今までと違った部分もあり、さらにパワーアップしてる部分もありとね、非常にやりきった感の強い神博でございました。こちらがね、入場する時にいただける会場マップなんですけれども、全部の日にちね同じものでございました。こんな感じでね、今回もスタンプさんを探せが行われたので、3つスタンプ集めて最後コンプリートをするというね、ゲーム性のあるイベントになっております。これね、今回神戸ではスタンプ台が置いてあって、定位置のねそのスタンプ台を探してハンコを押すっていうスタンプラリー型だったんですけどね、東京は今まで通りスタンプさんを探せでございました。で、こちらのスタンプさんを探せをコンプリートするともらえる景品がこちらになります。これね、裏表でこんな感じですね。今回のねメインビジュアルを手掛けたオビワンさんのイラストのノートになっております。今までね結構クリアファイル多かったんで、今回初めてノートかなっていう感じなんですけど、とても可愛い。中身はね完全に無地の自由帳状態なのでね、使いやすいと思います。とても可愛いですね。で、なぜ2冊かと言いますとですね、1日目と2日目はですね、私両方とも始発で行ったんですよ。で、3日目はね、撮影のために行こうと思っていたので、もともとゆっくり行こうと思ってたんですが、ついにね大寝坊をしてしまいまして、着いたのがお昼ということでね、もうすでに特典が終了しておりました。このね、今回のノベルティが終わってしまった直後では、例えば去年の神博だったり、飲みの市のねクリアファイルだったりっていう形で過去のイベントのねノベルティがいただけるんですけれども、それもね終わってしまうと何もなしということで、私は何もなしでございました。でもね、2つノートゲットできたので大事に使っていきたいと思います。で、こちらのねマップにも書いてあるんですけど、次回が神博 in 京都ですね。京都8月10日から12日のこれも3日間ですね、ボリューム5が行われるみたいなのでね、京都の近くにお住まいの方はね、ぜひね今回の動画を参考にスケジュールを空けて参加してみてください。で、東京での次の開催が9月6日から9月8日になっております。またね3日間ですね。今後ずっと3日間なんでしょうかね。ボリューム9ということで、次のビジュアルが井上彩さんに決定しております。というわけでね、3日間にパワーアップした神博なんですけれども、私はね最終日3日目にね会場の様子を撮影してまいりました。午後にね撮影開始したんですけど、それでもねやっぱり人が固まってるブースさんとか、あとはね撮影自体が NG のブースさんもあったので、一部だけなんですけれども会場の様子撮影してきたので、まずはそちらをご覧ください。
はい、というわけでね、会場内こんな感じでございました。最終日っていうこともあるのと、あと初のね、3日目っていうこともありまして、ちょっとね人気でもう売り切れてしまってあんまり商品がないですっていうブースさんもあったんですけれども、それだけね人気が高いということで、ぜひねブースの様子も参考に次回の予定を立てていただけたらなと思うんですけれども、私もね今回めちゃくちゃ購入しました。3日間行ってきて、最終日はね私はもうほんと2ブースしか買ってないんですけれども、初日ですよ。初日に命かけていきました。詳しいね1日目の雰囲気についてはライブ配信ですでにお話ししておりますので、ぜひねそちらも合わせて次回の参考のためにね見ていただけると嬉しいです。そんな感じで1日目はもう鬼のように爆買い、もちろんスーツケースっていう感じで行って、2日目に1日目で取りこぼしてしまったものを購入しました。で3日目はノベルティゲットのためにクンペルさんの1ブースと、あと撮影のためにねお邪魔させていただいた小山出さんのブースでね、少し購入したっていう感じになります。これからね全ての購入品紹介していくんですけれども、すごい量です。今回初めて X に載せる写真が4枚じゃ収まりきらずですね、6枚になってしまいました。なのでこの動画もね多分4本に分かれると思います。なのでね、よかったら今のうちにチャンネル登録をして感想していただけるとね、こんな商品あるんだなとかね分かると思うので、最後までお付き合いください。さあまずは紙博オフィシャルグッズのご紹介でございます。私ね今までオフィシャルグッズはねインフォメーションのところすごい長蛇の列になるんですよ。なのでねその列を見てちょっと諦めるかと思ってね、実は購入したことがなかったんですけれども、今回ねオビワンさんメインビジュアルということで頑張って並びました。まずはこちら、今回入場特典がこちらのハンコでございました。私はねこれをコンプするために3日間行ったと言っても過言ではないという感じでね、しっかりゲットしてまいりました。本当はね神戸のハンコも欲しいんですけれども、さすがにね遠征はできないということで、こちらの3つでね満足しております。1日目が汽車、2日目がキツネさん、3日目がメリーゴーランドでございました。ゴム印になってます。こんな感じでね結構絵柄に沿ってねギリギリのところで切ってくれてるので押しやすいハンコだなと思いましたね。オビワンさんイラストのハンコって初ですからね、多分ゲットでございます。そしてこちらラッキーくじですね。私は5回引きましてなんとコンプできましたこれはね運が良かったです。じゃじゃーん、こんな感じでね、以前の紙博でフライヤー代わりに配られたコースターと同じ感じで、紙なんですけど非常に分厚くて硬い紙コースターになっております。とてもね素敵ですね。かわいい。全ての絵柄がね可愛すぎて、もうどうやって保存しようかなって思います。飾りたいですよね。こういうの壁とかにかけたら絶対可愛いと思う。でこれがねスペシャル、シークレットというかスペシャルバージョンでございまして、コースターとね同じステッカーがもらえるんですけど、こんな感じで動物さんたちはね、ノーマルステッカーになるんですが、これちなみにね紙のステッカーですね。ビニール加工とかはない普通に紙のステッカーです。でこちらがねスペシャルバージョン、メリーゴーランドを引いた人だけがもらえる白押しのねステッカーになります。サイズ感もね一番大きいですよね。すごいゴージャスでございます。3日目のねお昼にはもうラッキーくじは終わっていました。ただ2日目の時には午後でもラッキーくじあったと思うので、最終日がちょっと鬼門かなっていう感じですね、このくじに関しては。でこちらオフィシャルグッズのねマステでございます。これね800円のマステなんですけど、巻きがねかなり多いのと、あとこのマステの太さもね一般のねマステよりも太いタイプのものになっております。なのでねたっぷりあって太マステでっていうのを考えると、800円でもいいのかなっていう感じですね。絵柄はね今回のメインビジュアルをモチーフにしている絵柄になってます。でラッキーくじさっきお値段言ってなかったんですけど、こちらは1回200円ですね。200円でコースターとステッカーが1枚ずつついてくるっていう形になってました。でオフィシャルグッズ最後がこちらの缶バッジでございます。神戸は缶バッジ全部で8柄だったと思うんですけど、東京は2種類増えて全部で
10柄ありました。ただね、私にも予算という概念はあるので、一応吟味に吟味を重ねまして8個購入しました。本当はね6個に収めたかったんですけど、もうね我慢できませんでした。このね観覧車とねこの汽車はね、スタンプにもありますけど、やっぱ可愛すぎてね我慢できませんでした。本当はねこの動物さんたちだけにしようと思ったんですよ。すごい可愛いです。これねメインビジュアル。神戸の方ではね関西のね飲みの市に参加した方でフライヤーもらった方だけが作れるみたいな柄だったと思います。色が違うかな。でキツネさんにツバメさんにパンダさんですね。いやもう本当にどれも可愛い。しかもねこれは自分で作るタイプの缶バッジなんですよ。紙を切っていただいて、で肩にねはめてガシャコンってやるっていうね、なかなか楽しかったです。8回やりました。さすがにね8回やるとねなかなかの力仕事でしたけどね。オフィシャルグッズはね他にもトートバッグとかもあったんですけど、私は今回はこのオフィシャルグッズで我慢しました。で次のね購入品紹介いきたいんですけれども、その前にねもう2つ紙博でね参加してきたイベントがあります。一つはハンコ押し放題でございます。ハンコ押し放題スポットっていうねハンコがたくさん置いてあるところがあるんですけれども、そこでねたくさん押してきました私はね2日目のもう終わり頃に行ったので空いてたのでね思い切ってたくさん押させていただきました。他の方もねこんな感じでノート持ってきて何個もね多分コラージュとかに使えるように押すんですよ。それを真似してね押してみましたいや楽しかったですね。ただねスタンプパッドがねスッカスカでインクがかなりね強く押さないとちゃんと押せなくてですね、だいぶ手が痛かったですね。なので余裕がある方、例えば色模様のわらべとかね、ああいうちっちゃいスタンプ台持ってる方は持参していくとより快適にどんどん押せるかなと思いますね。もうカスカスですよね。頑張って力強く押してもこんな感じなので、今後ねスタンプ押し放題やってみたいなと思われる方はねマイスタンプ台を持っていくといいかも。ただね机に置いちゃったりすると他の方がもしかしたら使っちゃうかもしれない。知らなくてねパッて使っちゃうかもしれないので、分かりやすく私物ですっていうのが分かる目印をつけて持っていった方がいいとは思います。これはね無料で参加できるイベントなのでね、ぜひね次回行かれる方は楽しんでください。そしてねもう一つが紙物お裾分けっこというイベントでございます。これですね5階にある紙物お裾分けっこなんですけど、このね壁際にあったイベントなんですが、これはね今回初めての試みで、今までねお裾分けっこっていうのは四角いブースみたいな形になってて、自由にね行き来ができて好きな時間に何度でも入って自分の持ってきたものとその欲しいなと思うものとね巡り合った時に交換するっていう形だったんですけれども、ちょっとねいろいろトラブルがあったんでしょうね。形が変わりまして、今回からこの壁際のところに、まるで図書館のようにね本棚みたいなのが2つ置かれまして、でみんな並んでこのパンフレットのここにねスタンプを押してもらうんです。でこのスタンプはだから1回しか押せないので1人1回しかブースに入れないんですよ。今回の会場だとかなりねスペースちっちゃくなっちゃってまして、1回につき4人ずつぐらいしか入れないんですよね。本棚2台分ぐらいしかスペースないので、なので、4人入って順繰りで入る。で1回しか入れないからもう何個持ってきてたとしてもそのいる時にあるものを持っていくしかないっていう状態のお裾分けっこになってました。かなりね自由度が下がってしまったので、もう運ですよね。このね紙物お裾分けっこはねこの紙博にしかない素敵なイベントで、私は一番好きな催し物なんですよこれ。なのでねなくならないでほしいなと思いつつね、なかなか厳しくなったなという思いで今回参加してまいりました。でもね3日間行ったんで3日間全部交換してきましたよ。楽しかったです。皆さんすごい素敵なねお裾分けっこ詰めてくださってるのでね、私のも気に入ってもらえたらいいなと思いつつ、ぜひね次行く方はちょっと形が変わってるかもっていう覚悟をしてね、素敵なものをいっぱい詰めていっぱい素敵なものゲットしてきてください。
さあお待たせしました。それではね、ここから怒涛の出店ブース爆買い購入品紹介が始まります。まずはね、今回のメインビジュアルを担当され、さらに私のね動画でもインタビューを快く引き受けてくださった私の大好きなオビワンさんブースでの購入品紹介になります。オビワンさんのブースにね行ったのは私は2日目でございました。2日目の一般入場の一番最初の客としてね、めちゃくちゃ頑張ってたどり着きました。はい、こちらがね今回ゲットした作品たちになるんですけれども、インタビューでもね、ほぼ全商品ねご紹介していると思うんですが、トートバッグゲットしてきました。一つね400円の激安高クオリティトートバッグでございます。本当はね紺色もあるんですけれども、もうねオビワンさんのブースは本当に超激戦ブースでございまして、2枚ねゲットできただけでも非常に大満足でございます。このトートバッグはねオビワンさんのねレトロ郵便のキャラクターのこのドードーさんのねエコバッグになりますので、今後ねデザフェスでも販売していただけるはずということで、コンプはねデザフェスまでのお預けかなと思っているんですが、非常にね大きくてしっかりとしたトートバッグでございます。とってもね長いので肩にもかけれますし、400円でね買えるトートバッグのクオリティでは決してない非常に素晴らしい商品でございます。オビワンさん的にはねこれをショッパー代わりにしてほしいということで、その思惑通りですね、会場内ではめちゃくちゃこのねドードーのバッグを持ってる方がね歩いていらっしゃいました。A4 もしっかり入るし、街もね大きいので缶とかね買っても全然すっぽり入るというね、非常に使い勝手の良いトートバッグでございます。次がこちらの新発売されたもりもりポストカードシリーズでございます。今回2種類出てるんですけど、このヤムヤムハオチーズの大カットされてるねとても可愛らしい新キャラのねポストカードでございます。かわいい。このねキャラクターのグッズが今後ね増えていくみたいなので楽しみですね。超かわいい。このね柄のキックボードも置いてあってすごい可愛かったです。受注生産になるみたいなんですけれども、お財布とね相談は必要だなとは思いましたが、でもあの可愛さでキックボードだったらむしろちょっと安いんじゃないかと思い始めている自分がいますたくさん受注する人がいればいるほどお値段安くなるみたいなのでね、ぜひキックボードを家に飾りたいっていう方はねちょっと受注も検討してみてください。でこちらがねジェリーフィッシュシアターの素敵なね箔が豪華なポストカードでございます。インタビューの時にね実物を持ってるオビワンさんのビデオカメラとねこう対話しているので見たことはあったんですけど、やっぱり手に取ると違いますね。すごい素敵です。クオリティが超高い。こちらのねポストカード、箔押しがすごいのと大カットだったりっていうのもあって、普通のねポストカードよりは若干お値段上がるんですけれども、それでもね250円めちゃくちゃ良心的なお値段だと思います。ポストカードはね限定品ではないので、ぜひね今後のイベントでゲットしてみてください。これもね最終日にはね午後行ったら完売してました。でちょっと脱線するんですけど、こちらねオビワンさんのショップカードでございます。私ね実はオビワンさんのお名刺いただいてるんですけど、ショップカードいつも取り忘れて初めて今回いただきましたね。オビワンさんのショップカードでございますよ。念願のゲットでございます。それから今回ね何かしら購入するともらえるステッカーですね。本当は3日間全部もらってね3枚予備も含めて欲しかったんですけれども、もうね並ぶのがね本当に大変なブースで、1枚ゲットできただけで大満足でございます。このねありがとうシールは今後もねイベントごとに柄が変わる形でこのキラキラのね同じサイズ感のシールになっていくのでね、これからもね絶対集めてコレクションしていこうと思っております。ガチャだけでもねもらえるのでね。さあそして次がこちらじゃーん。前回もねめちゃくちゃ頑張ってゲットした切手バーの第2弾でございます。こちらフルセットバージョンですね。表紙が金の箔押しになっております。すごいね。で以前ね私がやったライブをオビワンさんが聞いてくださってて、皆さんのねご意見も参考にして今回この非常に持ち運びしやすい英語サイズになりました。ありがたい。そしてね今回ねグッズを持っていくとオビワンさんにサインをいただけるということで、私はこの切手バーにねサインを書いていただきました。もうねこれは絶対飾るものなのでねここにサインをいただいてしっかり飾りたいと思います。中がこんな感じ。うわーすごいね。
もうキラッキラ通り越してね、ギラッギラですよね、ガチャガチャのモチーフにもなってるねマーメイドとか、今回のメインビジュアルのねキツネさんとか、あとオビワンさん一押しのキャラメルの箱のねデザインだったりとか、すごくどれも可愛いです。第1弾とね全て柄が違うので、もう集めがいがあるでね、ここにおまけのワンダーチケットのホログラムバージョンがありますよ。最高でございました。こちらね1800円の商品ですね。もう大人気でね、こちらも早々に完売してましたけれども、第3弾も楽しみですね。あるかなそして続きましてがこちら、今回のねメインビジュアルをちょっと変換したペーパーワンダーランドのビジュアルのねクリアファイルでございます。メインビジュアルの方のこれと同じサイズのクリアファイルはオフィシャルグッズで売られていたんですけれども、紙箔って書いてあるのと、あと確かね開催の日付も書いてあったんですよ。もう本当にこのマップの表紙がそのまんまクリアファイルになってる感じだったので、今後ね長いこと普段使いすることを考えたらこっちの方がいいなと思ってね、オビワンさんのブースでゲットしてまいりました。こちら400円ですね。非常に可愛い、裏も可愛い。ここにねチケットがこう折れ曲がってるようについてるのが可愛いですよね。素敵なサーモンピンクとグリーンでございます。そしてこちらガチャガチャね、もう本当はね15回3日間行ってね5回ずつ計15回回したかったんですけれども、ガチャガチャのためだけに長蛇の列並ぶのはねかなりの試練だということで、結局ね1日だけ5回引いてまいりました。もうねガチャガチャも大人気で、やっぱ午後になるとね売り切れてしまって引くことすらできないので、空いた時に行こうと思ってもねもう間に合わないんですよね。なのでねこちら5回、もう渾身の5回ですよ結果がこれでございます。今回ちょっとね当たり引けなかったんですけど、ガチャガチャね一応同じ柄で1年間ぐらいは回せるようにしてくれるっぽいので、また次回にね当たりは期待したいと思います。そしてお次がこちら、じゃーん、真夜中百貨店のねハンカチでございます。もうこれはね在庫限りということでね、今のうちにゲットしとこうと思ってゲットしました。可愛いね素敵なハンカチでございます。結構大判のねハンカチなので、ハンカチとして使うというよりはむしろもうスカーフとかね何か包むのに使えるぐらい大きい立派なサイズでございます。これ1000円でしたね。私はねタロットカードをやるので趣味で、これねすごいタロットにも合いそうな柄だなと思ってね、猫ちゃんもいるしねゲットしました。3日目にはねもう完売してましたね。なのでこれは多分終売になると思います。で最後はこちら、頑張ってゲットしてきました。やっぱりね皆さんお目当てこれの方が多くて、もう2日目からねオビワンさんも皆さんのこと考えて一生懸命整理券作ってくださって、缶を求めてる方でね並んだのに買えないっていうことがね起きないように工夫してくださって、もう本当にそういう意味でももういろんな思いが詰まってる缶だと思います。ゲットできました。開けてみましょう。じゃじゃーん。いやーすごい素敵ですね。オビワンさんはねエンボス感が良かったってずっとインタビューの時もねおっしゃってたんですけれども、このマットな感じの缶に印刷されてる部分がね若干盛り上がってる感じで、すごいクオリティの高い印刷になっております。でこの色合いもね、缶が素敵なクリーム色なのと、この深いグリーンとねちょっと蛍光っぽいサーモンピンクがね非常に美しいです。これね画面だと若干オレンジっぽく映ってるかもしれないんですけど、肉眼で見るとね結構蛍光寄りのピンクです。サーモンピンク、非常に可愛いですね。これはねもう絶対宝箱になるサイズ感もすごくいいです。大きすぎず小さすぎず素敵ですね。さあでねこれねワンダーチケットがここに貼られてるんですけれども、オビワンさんはねチケットもぎりのようにえいっと行くって言ってましたが、私は小心者なのでこちらからゆっくり開けたいと思います。よし開きました。いきます。じゃじゃーん。可愛いですね。もし万が一のことがあって破れてしまったら私は泣いてしまうので、シール帳にねしっかり貼っておきたいと思います。いやー可愛いですね。こっちはねゴールドの箔のステッカーになっております。これはもぎれないよね
さあそれではね、中身開封していきましょう。このねトレーシングペーパーもオビワンさんお手製でございますよ。じゃじゃーん、もうモリモリですね。実はここの缶の中に5枚だけゴールデンチケットが入っているということだったんですけれども、どうやら私は外れてしまったみたいですね。当たった方おめでとうございます。もしいたらね、ぜひコメント欄にね、当たったよって書いていただけるとね、一緒に喜べるのでよろしくお願いします。さあまず入っていたのがこちらのピンバッジですね。ワンダーピンズっていうね、もう名前からしていいですよね。ペーパーワンダーランドの切手型のメリーゴーランド柄のね、非常にクオリティの高いピンバッジでございます。実はね、私ピンバッジもねコレクターなのでね、これはめちゃくちゃ嬉しいですね。そして続きましてがこちら白押しの切手ステッカーですね。3枚もつけてくださってます。赤とねゴールド白でね、非常に縁起がいい感じで素敵ですね。もっとねこうザ・ジャパニーズって感じなのかなって最初色合いを聞いた時ね思ったんですけど、赤がね非常にいい赤なんですよね。パキッとしてる綺麗な赤なので、ちゃんとオビワンさんらしいこうポップな感じがしっかり出てて、すごく素敵ですね。かわいい。いや使えるかな、もったいない病なんでね本当にね。さあそしてこちらがペーパーワンダーランドのね猫ちゃんのミラーでございます。缶バッジミラーですね。小ぶりサイズになっておりますが、ツヤツヤでね本当に可愛いです。裏はね完全に鏡でございます。ツヤツヤ、超可愛いですね。持ち運びがしやすいサイズでね、もうポケットの中にもスッと入れられるっていう、手のひらにすっぽり収まるサイズなのでね、とてもね可愛くて使いやすそうです。そしてこちら大人気のねワンダー紙幣でございますよ。ワンダーダラーということで、まず10ワンダーダラーがパンダさんですね。で50ワンダーダラーがキツネさん、そして100ワンダーダラーがハリネズミさんでございます。このね3柄が20枚ずつ入っているということで、だいぶ立派なね分厚い点のりのねメモ帳になっております。裏も可愛いんですよね。すごい可愛い、使いやすそうです。紙はね若干クリームがかってる真っ白じゃない紙なんですよね。でも触り心地はサラサラしてる感じの紙質で、お札感もありつつね、メモとしても書き心地が良さそうでいいなと思います。単品でも売ってほしいですよね。なくなっちゃっても買えるように。1ワンダーダラー2000円らしいんでね、これだけで大富豪でございます。これね今すごい頑張っちゃったんですけど、この帯留めはね一度外すと非常に入れにくいぴったりサイズで作られてるので、帯外さないと使えないけど帯外しちゃうともう綺麗な状態には戻りにくいということでもったいない病の私は非常に悩むと思います。そしてお次がこちらスーパー豪華なね金の箔押しの封筒でございます。こちらはね5枚組なんですけれども、裏はね普通にシンプルな白ですね。いやめっちゃ可愛い。すごいしっかり箔押しされててギラギラですね。いやこれ受け取った人はすごい興奮すると思いますよ。ここからねワンダー紙幣が出てくるっていう形でもいいと思いますしね。超ゴージャス。さあそして最後がこちら大カットメモ紙でございます。めっちゃ可愛いね。後ろが罫線のものとマス目調のねもの2種類あるんですけれども、メリーゴーランドと気球と観覧車と汽車ですね。すごい綺麗に入れてくださってるし、ちょっとね全部出すとねこれはバラバラしてしまうので1個だけ出すんですけれども、これねインタビューの時にもおっしゃってたんですけど、このラインがね本当に金のインクなんですって。なのでねこうやって見てもねすごい光ってますよね。白押しとはまた違う上品な控えめなね、でもしっかり光沢がある金のインクでございます。素敵ですね。いやーもうもったいないな使うのね。でも使いたい。各柄10枚ずつ入れてくださってるのでね、私も大事に大事に使っていきたいと思います。こんな感じでね豪華なもりもり缶セットが3600円でございました。いやこの缶はねなんかずっと触っていたくなりますね。本当に可愛いです。
さあ続きましてはこちら古川志功さんでございます。今までね古川志功さんはこういうお得パック系ですね、結構長蛇の列になって瞬時になくなるみたいな感じだったのでダメかなと思ってねちょっと覗くぐらいの気持ちで行ったんですけれども、なんとですね初日間に合ったみたいでですね、私はシールのお得パックとあと柄紙詰め合わせの箱をゲットすることができました。ちなみにシールの方が880円でこちらの柄紙の箱の方が750円でございました。これはねイベント限定の企画みたいなのと、毎回ね古川志功さんこういうお得パックの中身っていうかねこうやり方ちょっと変えたりもしてるのでね、今後も同じ形で変えるかどうかはちょっと定かではないんですけれども参考としてねお伝えしております。でショップカードも可愛いですよね。なんかザ古川志功さんっていう感じでね、古川志功さんオンラインショップもねやられてるのでこういうテイスト好きだなっていう方はねぜひねチェックしてみてください。オンラインショップこちらですね。さあ開けてみましょう。もうね私もねこれ動画撮るまで開けられないので1日目買うじゃないですか。で2日目もあるんでね寝なきゃっていう気持ちの方が強くて開ける体力は残ってないんですけど、それでもね早く開けたいなってやっぱずっと思うんですよねなので私にとってもねこの購入品紹介動画を撮影してる段階はね非常にワクワクしております。さあまずねシール詰め合わせセットですね。正直ね最初パッと見た時に紙これ箱なのにこっちの方が安くてシールの方がね100円高いのって思ったんですけど、すごいね今触っただけでもねめちゃくちゃ入ってますねフレークシール。まずこちらかわいいすごい使いやすそうな 4U のねシーリングスタンプ柄のシールになっております。6枚入ってますね。それからここにもりもりあるのが古川志功さんのね、代表的なモチーフたちのフレークシールですね。これはねマステ帳じゃなくて普通に紙のシールですね。しかもこれあれだ、めくりやすいようにちゃんと真ん中で切り目入れてくれてますね。すごい優しい。めちゃくちゃ可愛いです。レトロ可愛いの代名詞っていう感じで、ちょっとねほんの一部なんですけれどもこういう感じの絵柄ですね。かわいい。これがねめちゃくちゃ入ってるんですよ。ちょっと数えてみましょうか。はい、枚数数えてきました。全部でね20柄あります。そして各5枚ずつです。なのでね計100枚フレークシールが入っておりました。もう全部が当たり柄ですね。すごい可愛い。フレークシールね多いやつとかでもね50枚入ってなくて450円とかね500円近くするので、もうこのフレークシールだけで880円っていうのはもう元が取れちゃってますねでさらにですよ、この大きめの大カットのねステッカーが1枚ついてました。それからねこのねさっきの 4U もありますし、これもね大カットに切られているシールシートですね。全部かわいい。柄めちゃくちゃかわいいですね。2枚入っております。これはなんだろう、シールではなさそうで、一応この梱包用に使われてるおまけの紙かな。すごいね光沢のあるめちゃくちゃリッチな紙でございます。で型紙ですね。いやーこのセットで880円はね本当最初ねシール詰め合わせ880円かとか思ったんですけど、もう超お得ですねこれはまたやってほしいですね。まさかねこんなに柄入ってると思わなかったのでねちょっとびっくりしました。そしてねこれですよ、ちゃんとね固めの箱に入ってる柄紙セットですね。これ770円でパッと見でもちょっとお得だと思いません？このね箱の柄はね何種類かありました。ただね私その一番最初とかに行ったブースなわけじゃないので、もしかしたら私が見たよりもっとあったのかもしれないんですけど、私が行った時2種類だったかな残ってたの。2種類か3種類ぐらい残ってたんですよね。で花柄にしました。これボックスに貼り付いてるのかと思ったんですけどこういうのが入ってるよっていうことなのかな。ボックス自体はね非常にシンプルですね。ただかなり固めのしっかりとした箱です。デコってもいいですよねこういうのでね。中身が
じゃじゃーん、かわいい。いきなりかわいいのが登場してくれました。めっちゃ入ってるよ。あ、サイズ違いもあるんですね。すごい。おほほほ、めっちゃ入ってますね。ちょっと全部が同じかわかんないんですけど、多分一柄10枚ずつなのかな。これで10枚入ってました。やばいね、これ。古川志功さん好きにはたまらない箱でしたね、これ。クッキーもめっちゃ可愛い。で、ちょっとシンプルなね、ちっちゃめの紙。でもこれ和紙かな？上等な紙の感じがします。淡い色の使いやすそうなね、色味の紙ですね。折り紙としても良さそう。正方形なんでね。そしてまた使いやすそうなね、斜めストライプのね2色が入っております。多分ね和紙だと思いますね。ちょっとザラザラしてる感じ。また柄物が登場してくれました。かわいいね、超かわいい。プルリンプリンですよ。かわいすぎる。で、表紙で入ってたお花ですね。お花だけなんかねすごい少ないですね。なんでだろう。これ入れても4枚しか入ってない。謎ですね。でももしかしたらあれかな、柄によって枚数違うのかな。ちょっと数えますね。あ、枚数違いました。このねプリンアラモードとかケーキのやつは20枚入ってます。そうか、柄によって枚数違うんですね。全然いいんですけど、これすごい少なかったです表紙だったのに。なんかねいろんな紙入ってますね今度。あ、すごいな。シンプルなね白い和紙、若干クリーム色っぽい和紙ですね、入ってて、これすごいですね。めっちゃ高級感。ちっちゃいものを撮影する時の背景とかね下地にもいいですよね。すごいねこれね。5枚入ってますね。ちょっと分厚めですこの紙。これどうなんだろう、これ箱によって中身違うんですかね。ちょっとそれも分かんなくて。最後ねこれもまた面白いですね。ちょっと動画じゃね絶対伝わらないと思うんですけど、ザラザラしてて若干分厚めの紙なんですよね。見たことない紙ですね。ちょっと何紙って言っていいのか分かんないんですけど、それが最後まとまって入ってるっていう感じでした。シンプルなものからね柄物までっていう感じで、でも全部ね使いやすそうな紙ですよね。表紙の柄が一番少なかったっていうのがちょっと笑っちゃいましたけど、たっぷり入ってね箱付きで770円でございました。もしねこれ買った方で私のと中身違ったよっていう方いたらね、ぜひコメントで教えてください。私もさすがに2個は買わなかったんでね。ちなみにお得パック系はもう1種類ありまして、紙のねお得パック系がありました。紙の詰め合わせみたいな可愛い大カットのメモ帳とかそういうのが入ってるやつでしたね。でもやっぱりね人気だったのはこの紙の箱とこのフレークシールでしたね。パッと見てね惹かれるものがありました